残りの借金、当然あなたが払ってくれるわよね。そんな。亡き夫が肩代わりしていた義士の借金。夫が亡くなった今、義士は私に支払いを要求してきた。どうしよう。このままじゃ私が破産してしまう。夫を亡くした絶望と借金返済の恐怖で途方に暮れる私を助けてくれたのは、私の名前はみゆき。結婚5年目の夫と一人息子と3人家族で暮らしている。義両親はとてもいい人たちで、息子に会いに来てくれたり、お返しに家のことを手伝ったりと良好な関係を築いている。義士もいるのだが、彼女とはあまり接点がない。彼女は2人の子供を持つシングルマザーで、何やら少し性格に問題があるらしい。夫も義両親もなるべく関わらないようにしているようで、甥いと姪にもほとんど会ったことがない。義士のことはさておき、私たちは夫婦仲も良く、息子も可愛い盛りで、何一つ不満のない生活を送っていた。しかし、そんな平和な日々は突然終わりを告げた。夫が交通事故に遭い、亡くなってしまったのだ。あまりに突然の出来事に、私は強いショックを受けてしまう。みゆきさん、しっかり。お母さん、ありがとうございます。ショックを受けている私の背を、義母が優しくさすってくれる。悲しみで崩れ落ちてしまいそうな体に喝を入れ、私は何とか夫の葬儀を執り行った。参列してくれた人たちは皆、夫の早すぎる死を悼んでくれた。亡くなってから知る夫の人望の厚さに、止まったはずの涙がまた溢れてくる。葬儀には数年ぶりに会う義士の姿があった。そうた、そうた。義士は夫の棺の前で大号泣していた。夫のためにこんなに泣いてくれるなんて。私は少しだけ胸が温かくなったが、続く義士の言葉に首をかしげた。そうたがいなきゃ、私もう生きていけない。私には兄弟がいないからわからないが、恋人や夫ならまだしも、弟に対してそこまで思うものだろうか。数年単位で連絡を取っていなかった弟に対して言うには、不自然に感じるその言葉がどこか引っかかる。後々、その言葉の意味を知ることになるのだが、この時の私はまだ何も知らなかった。夫の葬儀後もしばらく呆然自失としていたが、義両親や息子の存在に支えられて、私はどうにか日常を立て直した。優しくしてくれる義両親のためにも、何より可愛くて大切な息子のためにも、落ち込んだままではいけない。しっかりしなくては。そう思いながら過ごしていたある日、突然義士の子供たちが訪ねてきた。母親である義士は伴わず、中学生になった甥と姪の2人だけ。義士同様、彼らとは片手で数えるほどしか会ったことがなく、連絡を取り合ったこともない。そんな2人がなぜ急に？奇妙な訪問を不思議に思っていたが、真剣な顔をした2人が口にした言葉に、私は衝撃のあまり言葉を失った。実は、母は自分の借金をおじさんに肩代わりさせていたんです。今日こうして伺ったのは、そのことをどうしても謝罪したいと思ったからなんです。え？彼らが言うには、義士はシングルマザーだが定職についておらず、ふらりと男のところに行っては何日も帰ってこないということが日常茶飯事らしい。夫はそんな状況で半ば放置されている子供たちを不憫に思い、時々義士宅を訪れて甥と姪の世話をしていたそうだ。義士にも暮らし方を改めるようにとたびたび諭していたが、全く聞く耳を持ってもらえなかったようで、義士は借金をしながらそんな生活を続けていたという。ところがある日、義士が借金を抱えたまま失踪。勝手に名前を書かれ、
連帯保証人となってしまっていた夫のところに督促が来てしまい、夫は密かに義士の借金を返済していたという。そんな、お姉さんの借金だなんて一言も聞いたことないわよ。何かの間違いじゃないか。私は彼らの話が信じられず、思わずそうつぶやいていた。おじさん、家族には迷惑かけたくないから自分が何とかするよって、かなりしつこく聞いたから教えてもらいましたけど、もともとは僕たちにも話すつもりはなかったみたいですし、多分おじいちゃんたちにも言っていないと思います。母が失踪してからも、おじさんはたまに様子を見に来てくれてたんです。借金は母に払わせるから気にしないでいいっておじさんに何度も言ったんですけど、母が見つからないことには誰かが払わないといけないからって。母は帰ってこないし、僕たちに払えるお金はない。申し訳ないとは思いましたが、おじさんに頼るしかなかったんです。けれど、と、おいは泣きそうな顔で続けた。おじさんが最後に家へ来たとき、かなり疲れている様子で、顔色も悪かったんです。きっと、借金のことで、おじさんにすごく負担をかけていたんだと思います。そのせいで、事故に遭ってしまったんじゃないかって、私たちのせいかもと思って、本当に、ごめんなさい。真っ青な顔で頭を下げるおいとめいに、ただただ呆然とする。そうだったのね。確かに亡くなる少し前から夫がやけに疲れている様子だったことには気づいていた。どうしたのと聞いても最近仕事が忙しいんだと苦笑いするだけだったから気に留めていなかったが、もしかしたら返済するお金を工面したり、義士を探したりするために無理をしていたのかもしれない。亡くなる前、確かに夫は疲れている様子だったわ。疲れで注意力が落ちて事故を起こしてしまったのかもしれない。けれど、その責任があなたたちにあるなんてことはないのよ。だから謝らないで。夫が亡くなった今、事故の原因はわからない。しかし少なくとも思い詰めた表情をしているこの子たちは何も悪くない。そう思い、私は彼らにできるだけ優しく声をかけた。おいとめいが唇を噛みしめる。母の居場所はわかっているんです。残りの借金は母に支払わせてください。もともとは母の借金です。おじさんに払っていただいていたのも、本来ならおかしい話なんです。彼らはそうきっぱり言ってくれた。義士に比べてなんてしっかりした子たちなんだろう。話してくれてありがとう。けれど、この話は私だけじゃ判断しきれないわ。だから、おじいちゃんたちにも相談していいかしら？もちろんです。後日、私はおいとめいを連れて義両親へ相談しに行った。お父さん、お母さん、実はお姉さんのことでご相談があります。おいとめいに補足してもらいながら私が事情を話すと、義両親はとてもショックを受けていた。そんな、なんてことをしてくれたんだ、あいつは。私たちのせいね。あの子がわがまま言うのを放置して、きちんと育てなかったから。そんな、お母さんたちのせいじゃありません。憤り、落ち込む義両親に慌ててしまう。義両親は何も悪くない。悪いのは、こうして周りに迷惑をかけている無責任な義士だけだ。この責任は、きちんとあの子に取らせましょう。ああ、一人の人間として、人の親として、子供たちのためにも責任を取らせないとな。残りの借金は一旦私たちの方で返済しておこう。みゆきさんが負担する理由はないからね。強い口調で言い切ってくれた義両親に感謝の気持ちがこみ上げてくる。ありがとうございます。こうして私たちは義士に借金の責任を取らせようということで団結した。それから私たちはおいとめいに案内されて
義士がいるというアパートを訪ねた。なんでここに？あんたたちばらしたわね。子供たちを睨みつける義士。そういう態度を取るということは、自分が悪いことをしたという自覚があるんだな。はあ？何のこと？とぼけるな。悪びれる様子がなく、しらばっくれる義士に、義父が激怒する。自分の借金を弟に肩代わりさせて、自分は高みの見物か？仕事もせず、子供を放置して、好き勝手に遊んで、自分勝手も大概にしなさい。そうたは借金返済の疲れが原因で事故に遭った。つまり、あなたがそうたを殺したも同然なのよ。義両親からの叱責に、義士も顔色を変えて怒り出す。うるさい。私がどこで何しようがどう過ごそうが、私の勝手でしょ？そうたが死んだのだって、あいつが勝手に事故を起こしただけじゃない。私には関係ないわ。めちゃくちゃなことを叫びわめく義士に、普段は温厚でめったに起こることがない義両親も、堪忍袋の尾が切れたようだ。義父が顔を真っ赤にして怒鳴った。お前、自分が何を言っているのか分かっているのか？黙れ。子供だって私が世話しなくたって生きてるじゃない。放っておいて何が悪いって言うのよ。あなたって子は、なんてことを言うの。痛い。話せ。激しい言い争いはやがて、もみ合いの喧嘩になってしまった。お母さん、お姉さん、危ないです。一旦落ち着いてください。うるさい。お前は引っ込んでろ。私たちが今いるのはアパートの廊下。こんなところで騒ぎを起こしたら近所迷惑になるし、階段もあるから落ちたら危ない。そう思って止めようとしたけれど、ヒートアップした義士には逆効果だったようで、取っ組み合いは一層激しくなってしまった。そして、ついに恐れていたことが起きた。義母がもみ合いの末、階段から落ちてしまったのだ。お母さん？義母の悲鳴にさすがに異変を感じたのか、なんだどうしたと近隣住民たちが駆けつけてきた。そして、なおも義父につかみかかって暴れる義士を取り押さえてくれたり、義母を介抱して救急車を呼んでくれたり、警察に通報してくれたり、やがて到着した警察に義士は激しく抵抗しながらも連行されていった。階段から落ちた義母は幸いにも命に別状はなかったが、しばらく入院が必要になるくらいの怪我を負ってしまった。お母さん、大丈夫ですか？数日後、私は義母のお見舞いに病院を訪れた。包帯を巻いた痛々しい姿に胸が痛む。ありがとう。まさかこんな大事になっちゃうなんてね。苦笑いする義母は思ったより元気そうで少し安心した。義父がため息をつきながら言う。自分のせいで警察の世話になって母さんにも怪我をさせたんだ。これをきっかけに改心してくれるといいんだが。義両親は義士がきちんと反省してくれさえすればお金は返ってこなくても構わないという考えらしい。私は義士本人が全額返済すべきだと思うけれど、これ以上は義実家の問題だし、深く関わるのはやめておこう。そう思って口をつぐんだ。そんな騒動から数日後、なんと義士が我が家へ乗り込んできた。ドアを開けるなり、義士はものすごい剣幕でまくし立ててきた。あんたがあの時ちゃんと母さんを支えていたら、あんな騒ぎになることなかったじゃない。いや、そもそもお姉さんが騒がなければ。黙れ。何もかもあんたが悪いのよ。怒りをあらわに叫ぶ義士。しかし、彼女がわめいている内容は、どう考えてもおかしい、支離滅裂なことばかりだった。私が警察沙汰を起こしたからって彼に捨てられちゃったじゃない。どうしてくれるのよ。私行くとこなくなったわよ。
どう生きていけっていうの？知りませんよ。お姉さんの自業自得じゃないですか。うるさいうるさい。全部あんたのせいだ。そう激高して掴みかかってくる義士。その目は血走っていて、どう見ても普通の様子ではない。どうにかして義士を落ち着かせないといけないと思うが、暴れる義士を抑えるので精一杯。このままじゃまずい。どうしよう。そう思ったその時。ちょっと何してるんですか？我が家でお茶をしようと招いていたママ友が慌てた様子でこちらに走ってきた。何よあんた。あやちゃん、ちょうどいいところに警察に通報して。ええ。ママ友は驚きながらもすぐにスマホで通報してくれた。そして間もなく警察が駆けつけてきてくれ、またお前か、と言いながら義士を取り押さえてくれた。話せ、話せ。私は何も悪くない。悪いのは全部そいつだ。連行されながらもギャーギャーとわめき続ける義士を苦い気持ちで見送る。ああ、怖かった。ママ友が来てくれなかったらどうなっていたことだろう。私はほっとしてママ友に心から感謝した。あやちゃん、本当にありがとう。大丈夫？何があったの？ちょっと、ね。義実家のことを話すのははばかられたので濁してしまったが、ママ友は、じゃあ気分転換に楽しい話しましょう。駅前の新作スイーツ買ってきたのよ。と明るく言ってくれた。この騒動は当然義両親にも伝わった。彼らは反省の色が全く見られない義士に愛想が尽きたようで、義士と完全に縁を切ることに決めた。甥いと姪を引き取る手続きを済ませ、自宅も処分して遠方へ引っ越した。今の義士は本当に危険だ。私ももう義士と一切関わりたくないと思い、同じタイミングで義両親たちの近所へ引っ越すことにした。夫を亡くし、気持ちを切り替えたかったこともあったので、新しい生活はちょうどよかった。引っ越し後も私と義実家の交流は続いている。そういえば、あれからお姉さんはどうされているんですか？息子を連れて義実家を訪れていたある日、ふと気になった私は義母に尋ねてみた。それがね、聞いてくれる？警察から2度も厳重注意を受けた義士は、その後も生活を改めることなく、性懲りもなく、また変な男に引っかかったそうだ。そして、稼ぎもないのにその人に貢ぎ、また借金を重ねたらしい。しかし、借金をした先がどうやらたちの悪いところだったようで、厳しい督促から逃げ切れず、夜の街で必死に働きながら返済する生活をしているという。我が娘ながら、本当にバカな子よね。我が母ながらお恥ずかしい。ため息をつく義母と姪に返す言葉がない。あなたたちはお母さんのようになっちゃダメよ。大丈夫だよ、おばあちゃん。反面教師って知ってる？僕たちは人様に迷惑かけないよう、まっとうに生きるから安心して。彼らは私と息子が義実家を訪れると、いつも息子と遊んでくれる。息子も優しい彼らに懐いていて、年は離れているが、本当の兄弟のようで見ていて微笑ましい。お兄ちゃん、お姉ちゃん、お話ばっかりしてないで僕と遊んでよ。あ、ごめんね。いいよ、何しよっか。ね、電車ごっこ。一時はどうなることかと思ったけれど、私は今、幸せに暮らしている。